今日はスタバ風のニューヨークチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はスタバ風のニューヨークチーズケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はチーズケーキシリーズでございます。今日作るのはですね、ニューヨークチーズケーキといって通常のチーズケーキよりも少しチーズ感が強くなったとてもさっぱりとしてさらに食感も少し柔らかめの美味しいチーズケーキです。今回ニューヨークチーズケーキなんですが、スタバ風のねニューヨークチーズケーキにしていきたいと思います。作り方自体は混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、サワークリーム、生クリーム、グラニュー糖、卵、コーンスターチ、レモン汁、無塩バター、ビスケット。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、今回ニューヨークチーズケーキにサワークリームというものを使っていきます。このサワークリームなんですけれども、クリームチーズよりも少し酸味の入ったね、とても濃厚なクリームですね。これはですね、フレッシュクリームに乳酸菌を加えて発酵させたものになります。そして生クリームですね。こちらの生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。そしてあと今回はコーンスターチを使っていきます。こちらはトウモロコシのでんぷんの粉になります。もしねコーンスターチがない場合はこちらは薄力粉で代用していただいて大丈夫です。薄力粉を使うとそこまで大差はないんですが、多少ずっしり感が出るイメージですね。コーンスターチはねどちらかというとさらっとした仕上がりになります。そして下に敷くビスケット生地はですね、今回チョイスというビスケットを使っていきます。枚数で言うと8枚で約 70g になります。そして使うバターは無塩バターを使用してください。そして今回は 15cm の丸いケーキ型を使っていきます。こちらはですね、底抜けタイプを使用します。底付きタイプでもね大丈夫です。そうしましたらこのように丸くくり抜いたオーブンシートまたはクッキングシートを底の部分に敷いて、あとはね細長く切ったものを側面に敷いておきましょう。はい、OK です。こちらはですね、必ず作る前に準備しておいてください。それでは早速作っていきたいと思います。では作っていきます。まずこちらのバターを電子レンジで加熱して溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。まだ少しねバターの塊があるのでこれをよく混ぜて溶かしてください。もし30秒で溶けきれない場合はプラス10秒加熱してください。はい、塊がなくなれば OK です。こちらは一度このまま置いておきます。では続いてこちらのビスケットを細かく砕いていきます。こういったねチップ袋を用意してください。この中にビスケットを入れます。そして綿棒で細かく砕いていきます。できるだけね細かめに砕いてください。そうすると仕上がりも綺麗になります。では砕きます。はい、OK です。このように細かめに砕いてください。そうしましたらこの中に先ほど溶かした溶かしバターを入れます。そして全体にバターをなじませます。はい、OK です。このようにね全体がしっとりするまでねしっかりと揉み込んでください。それでは用意しておいたこちらの型に砕いたビスケットを入れます。そして全面に敷き詰めていきます。この時ねゴムベラを使うとやりやすいと思います。はい、OK です。このように綺麗に敷き詰めてください。ではこちらはですね使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いて生地を作っていきます。まずボウルの中にクリームチーズを入れましょう。そして冷蔵庫からすぐ出しのクリームチーズはちょっと硬いのでほんの少し電子レンジで加熱します。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたら一度ねこちらをよく練ります。この時まだクリームチーズが硬い時はプラス10秒加熱してみてください。はい、OK です。このように柔らかくなるまで練ってください。それでは続いてここにサワークリームを入れていきます。この中に入れましょう。そしてこちらも同様に練り混ぜていきます。サワークリームはねもう柔らかいのでそのまま入れて練ってください。はい、このようによく混ぜてください。それではここにグラニュー糖を加えます。そしてまずねゴムベラでさっと混ぜてください。はい、である程度混ぜたら今度はね泡立て器に持ち替えて30秒ほど混ぜましょう。
はい、OK です。このようにクリーム状になるまで混ぜてください。この時まだ少しグラニュー糖のジャリッという感じが残っていても大丈夫です。それではここに卵を割り入れます。直接割り入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。今回使用している卵は L サイズになります。もし M サイズを使う場合は少しね中途半端になってしまうんですが、プラスね3分の1ほど入れてください。はい、OK です。このようによく混ぜてください。では続いてここに生クリームを加えます。あとはねレモン汁も一緒に加えていきます。そしてよく混ぜましょう。そして最後ですね、コーンスターチをふるって加えます。でこれをよく混ぜましょう。邪魔ができないようにねしっかり混ぜてください。はい、これで生地は完成です。このままね型に入れていただいてもいいんですけれども、一度こしていただくととても滑らかな仕上がりになります。なのでねこちらも一度こしたいと思います。では冷蔵庫で冷やしておいた型に直接こしながら入れていきたいと思います。ちょっとね難しい時は別のボウルを下にしてその上でこしていただいて、こしてから入れていただいても OK です。それではこしながら入れていきます。はい、全部こしました。そしたら表面にゴムベラをつけて上下に揺らします。そうするとね表面が平らになってきます。はい、OK です。それではね今から湯煎焼きしていきます。湯煎焼きする時はですねこういったバットにお湯を張ってその上にケーキの型を置いて焼いたりするんですが、今回はね底抜けタイプを使っているので別の方法で湯煎焼きしていきます。もしね底付きタイプの方はこういったバットを使っていただいても大丈夫です。あるいはですねこういったバットをお持ちでない方は今からやる方法で湯煎焼きしてみてください。ではねオーブンでも使えるこういったココットを用意してください。この中にだいたいね80度ぐらいのお湯を注ぎ入れます。はい、だいたい2個ぐらいですね。あとはですねこれをオーブンの中に一緒に入れて焼くだけです。それだけでね湯煎焼きと同じような効果が得られるので、もし底抜けの型を使いの場合とかバットを持ってない方はこのようなやり方でやってみてください。それではね天板にこのようにセットして160度に予熱したオーブンで50分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このように焼き上がってます。それではですねこちらをケーキクーラーの上に置いて、そして冷ましていきます。でねこの表面の焼き色についてなんですけれども、オーブンの種類によって焼き色のつき方が違ってくると思います。なのでもしね途中で焼き色がちょっと薄いなと思った時はオーブンの温度をそのまま170度から180度ぐらいに上げて、そして焼き色を調整していただくといいかなと思います。だいたい残り20分から15分ぐらいの時にチェックしていただいて、そこから温度は調整して焼いてみてください。今回はねトータルで50分焼きました。ではねケーキクーラーの上に乗せて粗熱を取ります。粗熱を取るときは表面が乾燥しないように上にふわっとキッチンペーパーをかぶせておいてください。では粗熱を取ります。はい、粗熱が取れました。そしたらね上にラップをかけてこちらを冷蔵庫で半日しっかりと冷やします。はい、半日しっかり冷やしました。それでは型から取り出したいと思います。取り出す時はですね型よりも少し高い容器を用意して取り出していきます。この容器の上に型を置いて側面の部分だけ下に下ろします。はい、そしたら底の面にナイフを入れます。そしてお皿に移します。あとはオーブンシートを剥がします。ピリピリピリはい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これでスタバ風ニューヨークチーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後ね焼き色をつけると少しね周りにも焼き色がつきます。こんな感じでとても美味しそうに仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、断面はこんな感じに仕上がってます。美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。すごくしっとりです。ではいただきます。すっごく滑らか濃厚でとても美味しいです。もう本当にお店のチーズケーキみたいですね。甘さもちょうどいいです。はい、と
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスタバ風のニューヨークチーズケーキのポイントです。まず下に敷くビスケットなんですけれども、こちらのビスケットはできるだけ細かめに仕上げるようにしてください。そうすることで仕上がりが綺麗になります。そして今回ですね、生地の中にコーンスターチを加えました。もしコーンスターチがない場合は薄力粉で代用していただいて OK です。コーンスターチを使うとね、薄力粉よりは少し軽い感じに仕上がります。そこまで大差はないので、もしない場合はね、代用して作ってみてください。そして生地を混ぜる時のポイントなんですけれども、生地はですね、材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そしてしっかり混ぜた後は一度こしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。今回はですね、直接型の中に流し入れながらこしました。この作業がちょっと難しいなと思った時は別のボウルにこしていただいて、そのボウルから型に流し入れていただくとやりやすいと思います。そして焼き時間なんですけれども、今回160度のオーブンで50分焼きました。この焼き時間に関してなんですけれども、オーブンの種類によって適正な焼き時間が変わってくる場合があります。ちょっと心配な時は多めの60分で焼いていただくといいかなと思います。そして焼き色についてなんですが、今回みたいにね、ちょっと焼き色をつけたい時は残り時間15分ぐらいの時にオーブンをそのまま180度ぐらいに上げて焼くようにしてください。この焼き加減もオーブンの種類によって変わってくるかなと思いますので、様子を見ながらね、調整していただけたらと思います。もちろんね、焼き色をね、そのままにしたい場合とか、そこまでね、焼き色が気にならないよっていう時は、そのまま160度で焼き続けてください。そして焼き上がった後なんですけれども、結構ケーキがプルプルしてます。こちらをケーキクーラーの上に置いて、しっかり粗熱を取って、粗熱を取ったら冷蔵庫で半日冷やしてください。そうすることでとてもしっとりとした濃厚で美味しいニューヨークチーズケーキに仕上がります。作り方自体はね、もう混ぜて焼くだけなので簡単に作ることができます。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスタバ風のニューヨークチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。